こんにちは、川根優愛です。数検準2級、合格目指して勉強してます。準2級は、だいたい半分が高1の数学 1A で、4割くらい中3の内容も出るって、公式サイトに書いてありました。だから、中学の時に覚えた計算も、まだまだ出番があるみたいです。今日は、そのあたりの計算の問題に挑戦してみます。問題、次の式を因数分解しなさい。項がいっぱいあって、A とか B とか C とか文字も3つあるし、パッと見ただけだとどこから手をつければいいのかわからない。とりあえず使えそうな形がないかゆっくり考えてみます。まず式の前の方を眺めてみます。2乗の項と文字同士の掛け算の項が3つずつずらっと並んでいるのがわかります。どうしようかなって考えてたら、これどこかで見たことある形だなって思って、そういえばこの式を展開した時にちょうどこの6つの項が出てきたはずって気づきました。残っているのは下の行にある4項、全部に4がついているから、とりあえず4でくくってみたら式がすっきりしてくれるかもって思って4でまとめます。なんだけどここからどう因数分解するかはまだよくわからない。ここでこの塊が2乗のところとその右の括弧の中に2回出ています。 A と B と C は全部この中に入っているし、この部分を一つの塊としてみると考えやすそうです。前に先生が同じ塊は文字で置くと楽になるよって言ってたのを思い出して t って置いてみます。そうするとさっきの式は t についての二次式になります。これ2乗、2倍、2乗の形にできそう。右側を展開してこういう風に変えます。因数分解したいのに一旦展開するのはちょっと変に聞こえるかもしれないんですけど、先の見通しが立つ形にしたくて思い切ってやりました。これはこれの2乗を展開した時と同じ形だから逆算してこう因数分解できるはずです。あとは t を元に戻して答えはこうなりました。最初は A とか B とか C とか項も多くてちょっと戸惑ってたけど、途中で形が揃ってくれて最後は綺麗な平方になってほっとしました。こうやって前に覚えた公式がまた役に立ってくれるのちょっと嬉しいです。数検準2級合格目指して頑張ります。